浜坂の村を歩く。今回はこれから初夏になり新茶の収穫が始まる静岡県安倍川上流の絶景の茶園集落大城と友地を訪ねます。めっちゃ怖いやんこれ。怖いこれ怖い。板がね2枚渡してあるだけですよ。揺れる。おはようございます。マンボウです。今日はですね、静岡県は静岡市葵区の安倍川の上流に来ております。これ安倍川ですね。見てください、この吊り橋。めっちゃ怖いです。これからですね、この安倍川流域のですね、天海の茶園集落、これをご紹介したいと思います。吊り橋の向こうに茶畑がありますけどね、怖くて渡れません。高所恐怖症です。県道からですね、県道29号線から左に曲がります。このとんでもないこの道を登ってきますよ。この上にですね、大城地区という茶園集落があります。天空の集落、静岡県のマチュピチュなんて呼ばれてますけどね。静岡県にはですね、茶畑、茶園集落がたくさんありますけれども、一番茶の茶摘みがですね、山の方だと5月から6月かけて行われるということなんですが、多分ね、ゴールデンウィークでもう始まるんじゃないかなと思うんですよね。今日はその直前になります。ですから、今回この動画を見ていただいてですね、ゴールデンウィークあるいは5月の半ばから始まるその一番茶の茶摘み、ぜひこれをですね、見に行っていただければと思います。素晴らしいです。今日はまだやってないと思いますけどね。はい、ものすごいこの急坂を登っていきます。そうすると、山のてっぺん、尾根の上にですね、集落と茶畑が広がっています。あら、見えてきた。うわ、素晴らしいですよ。すごい。一面広がってる。この大城集落ですけれどね、安倍川の右岸の斜面ですね。標高が750メートル。安倍川の川底でちょうどそのあたりが450メートルですから、谷底から300メートル上がったところ、尾根の真上にあるわけですね。尾根の真上。でね、こう見ていただくとわかるように、ちょっとすり鉢型になってます。で、向こうが南ですね。南。太陽が今この辺出てますからね。こっちが南。南斜面の非常に日当たりのいいところに、もうほんと、茶園集落、茶畑にはもってこいの場所なんでしょう。ざーっと広がってます。私はあんま詳しくないんですが、お茶の生産は昼と夜の寒暖差が激しい、そういう場所で日当たりのいいところが、いいお茶ができるそうですけれども、まさにそれにかなった場所なんでしょうね。まずはこのすり鉢の底の方にね、向かって降りていきましょうね。赤い屋根のところは作業小屋なんですかね。共同なのかな。こちらのお宅もですね、右側に作業場がありますね。梅ヶ島大城共同製茶組合。組合の作業場ですかね。新聞系。今ね、集落の方にお聞きしたらですね、
一番茶の茶摘みは5月の中だそうです。まだまだあと1ヶ月。まあ確かにね、まあこんなちょろっとしか芽が出てないからね。一番最初に出てきた芽のところを摘むわけですから。その頃に来るとね、全然色違いますよ。鮮やかなね、グリーンです。グリーンの絨毯。いいですね。この茶畑の中に埋まるように家が建っている。ここはね、結構2階建てが多いんですけど、平屋が多い集落なんかだとね、上から見ると、マジね、埋まってる感じになりますよ。やっぱりこれ、新茶の時来たらもっと綺麗だろうな、輝いてて。ちょっと5月忙しいもんですからね、来れないんですよ。それで4月の半ばに取材してます。お、モノレールだ。モノラックっていうんですね。ニッカリっていうメーカーか。最大積載量が200キロ。最大積載高が60センチ。人は乗っちゃいけませんか。乗車禁止だって。そりゃそうだよな。谷に吸い込まれるような感じですね。茶摘みの時期に来るところに皆さん、人がざーっと横に並んで、一斉に摘んでらっしゃる風景が見れますよ。いきなり動き出した。なんか、巻き取ってるのかな？止まった。これを1枚重ねる、2枚重ねるで違うのかな？温度調節をするのかな？小高い山みたいになってるんですけど、ここの周りをぐるっと道を取り巻いていますけれども、そこを歩いてすり鉢状のところに戻ってきました。あの家古そうだね。そこは作業小屋でしょうね。新茶の芽が出てくるとね、もっと輝くんですよね。割とテカテカしてるんで、新芽っていうのは。そこがね、太陽の光に反射してね、輝くんですね。これ見てもちょっと輝いてる感じわかるでしょう。そして、この尾根を越えるとまた、視界がパッと開けますよ。どうですか。まだまだ続いてますね。ここに家がありますよね。この家の向こう谷でドンと落ちてます。そこが安倍川の、本流の谷。で、向こうに見えてる集落は、安倍川の左岸になります。東側の岸になります。あそこはね、友地集落。大城地区がすり鉢状に茶園集落が形成されているのに対してですね、あちらの友地は、長い尾根の上にね、線状にずっと集落が作られてます。この茶畑の中に屋根が埋まっている感じ。これですよ。そして、谷の対岸には友地集落。友地集落は川底から250メートル駆け上がった、標高700メートルこの辺り。そこからずーっと線状に伸びていって一番高いところで900メートルみたいですよ。天空ファーム。オープン。これ椎茸。すごいすごい。ここが水をかけて
おー、あ、本当だ。あ、終わってから、じとっとしてるね。そう、30日から40日ぐらい。はいはい。ここで管理をしてあげて。管理をして。で、もう出るぞっていう状態になったら、この水槽に一晩つけて。こっちつけるんですね。はい。こういう感じ。じゃあ、この中にいっぱい菌がもう入ってるんだ。ここが菌が打った後で。打った後なんですね。これが菌が回った後なんですよ。この白い。白いのが。全体的にこうそういうことですか。お、すごい。夏だと1週間ぐらいでもう。そうですか。美味しいですよね、これね。美味しいですね。もう木もクヌギにこだわってるんですよ。ああ、そうですか。一般的には奈良が多いんですけど、はいはい。クヌギの方が味が良くて。味がいいんです。変わるんですね。BBQ ハウス。天空ファーム。お、すごい。いっぱいこれテレビが取材に来てるんだ。そうですね。もうローカル番組ばっかりですけど。ああ、そうなんですね。有名人ですね。いや、一応これ志村けんさんにも許可もらって。志村けんちゃんって言うんですよ。あ、そうなんですか。志村けんさんが好きで、山の上の志村けんってことで、マウンテンけんってつけたんですね。で、これけんちゃんって言いますと、直接会える機会があって、一応許可をいただいて。すごいじゃないですか、志村けんさんに許可もらうなんてな。これがカゴ。で、ここに取って。これをこう広げてもらって、この黒い線まで入れて。好きなように入れてもらって。それでいくらっていう感じ。そうです。ビール作れたら面白いよねってなって。そういうことですか。それで、麦とホップ、じゃあ作ったら、ビールできんじゃねっていう、そういうすっごい簡単な考えから。いや。今日来たらまだ新茶の時期としてはまだまだ早かった。まだ、この辺は遅いっすね。遅いですね。今それこそここの、これ映ってないんですけど、この辺にお茶カフェを始めてるんですよ。そうですか。で、今静岡大学の大学生この上ですね。そうです。主にこう、やるときは営業するんですけど、普段はいないじゃないですか。なんで、無人営業って形で、お茶も自由にそこで飲んでって置いてあって、入場料だけいただくよっていう。やっぱ景色がやっぱ綺麗なもんですから。いやこれ素晴らしいですね。予約してきますので、どうぞよろしくお願いします。ここでしたか。なんかいろいろやってる。お茶の作業小屋かなと思って、さっき取材しちゃったんですけど。そうですよね。お宅の作業小屋を去年貸してもらって、明日も大学生に来て、そっか、こっから水取ってんですね。だからね、これ大変ですね、水道。すごいな。見えないんですよね。見えませんね。右の尾根の山のとこですね。雨天時は休業です。いやいいですね。ここは最高ですよ。ちょっとこっちの方がいいかな。ここでゆっくり仕事でもしてたらいいかもしれない。サテライトオフィスなんですって。また来ましょう、ここに。はい、安倍川の谷に降りました。これからですね、安倍川の左岸、東側ですね。その斜面の上にあります、友地集落に行きます。ここから友地に上がってきます。ここですね。はい、開けました。友地集落。おお、桜。安倍川の左岸、友地集落に来ました。見てください。桜満開。散り始めてるかな。高低差200メートルの尾根状の集落です。で、この桜の下、ここにね、古い道がありますけど、
これずっと集落の下に行く尾根状の道なんですが、まず上から行ってみましょうね。にね、かやぶき民家があるんです。これ一軒だけじゃないかな。よいしょ。ねえ。まあ、兜作りなのかな、これ。寄せ棟の妻面を切ってですね、2階を作っている。まあ多分養蚕農家だと思いますけどね、もともとはね。貴重ですね。ね、いいですね。ああ、やっぱり、山側はね、軒が斜面に接してますね。ああいうとこが腐っちゃうんだよな、下が。鹿がいる。鹿が逃げてった。鹿さんがいましたね。あ、これもでもかやぶきだね、この民家もね。うん。うん、このお宅も全然使いますね。結構草吹きの民家残ってますね。まあ、上から鉄板でね、囲ってはいますが、残ってますね。大城の方は全くなかったですけどね。こっちは多いですね。おお。すごい。さあ、友地集落の一番高いところに上がってきましたよ。標高900メートル。こちらに1軒。正面にも1軒。下に1軒。こちらのお宅が一番上ですか？一番上ですね。標高900メートルぐらいですか？900メートルぐらいですかね。ああ、大城がよく見える、ここから。山岳集落ってタワーマンションに住んでるような感覚なんですよね。だから、向こう側のタワーマンションとこちら側のタワーマンションで、家が見えるけれども、全くこう、つながりがないというか、関わりがないみたいな、そういう感じなんですよね。はい。一番上から一番下を見てます。あ、一番下ってあれか。これかなと思ったけど、この先にあるね、もう一個ね。この辺？遠いね。かやぶき民家のところまで降りてきました。この場所で真ん中あたり、ちょっとでも上かな。下の方が長いかもしれない。今あの方がですね、とぼとぼと下から登ってこられてたんでね、どうしたんですかって言ったら、お兄さんがこちらの集落の道がないところに先にですね、お住まいになっていて、様子を見に来たって言うんですよ。ほんとこの先に家があるのかね。だけど、電柱があってね、電気は行ってるから、人は住んでるということですよね。あ、見えてきた、あの家だよ。すげえな。はあ。ここに住まわれているこんにちは。あと水は出てるね。水は出てる。こんにちは。
まき終わったりされて。どうしちゃったんだろうね。開かない？こっち？それはこれ開かないか。で、いけない。表から出入りするもんだ。じゃあいないのか。よいしょ。あれ。お兄さんにお会いできませんでしたけれども、鍵がかかってるっていうか、戸を閉めておられたんで、多分、その辺出かけられてんじゃないかなと思うんですよね。いや、しかしこんな、車が入れない、車道から500メートルも徒歩で来るようなところに家があって、そこにお住まいだったらびっくりしました。とんだ事件が起きましたけれども、おかげさまでね、ポツンと一軒家の家を見ることができました。それでは、後半戦は、下の方に降りていく、集落を下の方に降りていく。おー。あ、神社があるのかな。これですよ。ここです。お稲荷さんが左側にある。確かに神社らしい神社これしかないね。住んでらっしゃいますね。古い家だね。下にはかやぶきないっすね。鉄板ぶきだからもともとは板ぶきの住宅なのか、かやぶきから屋根を落として金属ぶきにしたのかわかりませんけれども、石垣。あ、ここ一番下か。こちらの家が一番下ですね。ということで一番上の家まで来ました。戻ります。ああ、大城だ。友集落200メートル歩きました。大城集落と友集落、いかがだったでしょうか。実はね、この後、わらしな川流域の大日集落とかね、大間集落とか歩く予定だったんですけど、いろんなことありまして疲れちゃいました。また新茶の時期に来ることができればと思います。それではまた次、どっかの天坂の村でお会いしましょう。さようなら。There's a new day to take away your sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give
'cause I promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day. It is waiting for us. There's a new day waiting round the bend. There's a new day.